はい、皆さんこんにちは。サムライアルファです。カフェドジュリア2026もいよいよ今回が最終回となります。今回は実は時系列で言えば一番最初に戻ります。4C で会場脇の駐車場に到着して会場に入ろうとしたその時、ふと目に入ったのがその駐車場に並ぶとんでもなく濃い車たちでした。いや、もう駐車場というよりもはや第2のイベント会場といっても過言ではありませんでした。こんな車まで来ていたのという連続でした。しかもその中には個人的にもずっと実車をじっくりと拝見してみたかったある特別なアルファロメオの姿もありました。今回はそんな場外編として会場の熱気そのままに集まっていた素晴らしい車たちを軽く見ていきたいと思います。それでは本編どうぞ。このバンパーレスが男らしくて好きですけどね。かっこいいしかわいい。俺も行ってこい。行ったいやいやいや、聞いてください。あ、そうですか。大丈夫ブレーキが、はい。そうなんですよね。すごいっしょ。では今回の主役の登場です。アルファロメオ SZ は1989年から1991年にかけて生産されたアルファロメオの限定 FR スポーツカーです。正式名称はスプリントザガート。名前の通りイタリアの名門カロッツェリアザガートが深く関わっています。ただ実際のデザイン開発は当時フィアットグループの傘下だったチェントロスティでフィアットが主体で、あの衝撃的なスタイルを描いたのはロバート・オブロン系統の流れを組むデザインチームと言われています。 SZ の最大の特徴としてこのイルモストロ、怪物と呼ばれたデザインにあります。3連ヘッドライト、切り立ったリアエンド、極端に低い車高、平面で構成された未来的ボディ。このデザインは当時から賛否両論でイタリアではイルモストロ、怪物と呼ばれていました。しかし今見ると逆に唯一無二。90年代イタリア車の狂気と情熱がそのまま形になったようなデザインです。中身は α75 をベースにしています。つまりフロントエンジン、リアトランスアクスル、後輪駆動というアルファ伝統のレイアウト。しかも SZ はサスペンションも専用にチューニングされており、特にコーナリング性能が高評価と言われています。見た目だけのショーカーではなくちゃんと走る、むしろかなり真面目に作られたスポーツカーと言えます。搭載されるのは3リッター V6 12バルブ、伝統のブッソ V6 約210馬力。このエンジンがまた最高です。今の数字だけ見れば速さは普通ですが、金属的な吸気音、官能的なフィール、濃厚なトルク感、これらがとにかく気持ちいいと言われます。アルファ好きがブッソ V6 を神格化する理由が SZ に乗るとよくわかると言われています。ボディ構造も特殊となっています。普通の鋼板ボディではなく樹脂外板スペースフレーム構造を採用しています。
生産はイタリアのカロッツェリアザガート工場で行われたこのボディ。手作業工程も多く、かなり工芸品寄りな作りとなっています。ですから個体差もあるし、細かいところを見るとやっぱりイタリア車だなという部分も結構あると言われます。しかしその不完全さ込みで魅力になっていると言える車です。生産台数は SZ は1036台前後と言われています。さらにオープン版の RZ は約278台程度。今では完全にコレクターズカーです。 SZ とはどんな車かと端的に言うと、合理性では説明できないのに猛烈に惹かれる車。速さだけなら現代車にはかなわない。快適性も高くない。実用性なんてほぼありません。しかしエンジン音、ステアリングフィール、着座位置、デザイン、存在感、全部が感情に訴えてきます。調べれば調べるほど私のアルファロメオ 4C の祖先とも言うべきこのコンセプト、それがアルファロメオ SZ と言えると思います。では実際に見ていきましょう。中も見ていいですか？音がなんかポルシェみたいな音するな。カチャって。あ、これね、ボンネットめちゃめちゃ重いんだよ。腰がかっこいい。 6C って書いてあるの。めっちゃ綺麗。俺こんな綺麗な初めて見た。かっこいいよね。これ縦置きってのがいいんだよ。エンジンかっこいいよね。4C のエンジンかっこ悪いもんね。面白いですよね。嫌な思い出ばっか言われたもんな。内装いいですか？内装もかっこいいよね。これ後ろはシートなんですか？これ。違います。あ、荷物置き、はい、このベルトはじゃああれですか？スーツケース。はいはい。もともと2シーター。2シーターです。あ、じゃあこれはもう本当オリジナルなんですね。そうですね。そのままですね。でもなんか肘置きみたいになってますよね。一応なんかそれっぽいのあるんですけど、はい、あそこは小物入れがあって。へえ。多分座ると抜けますね。あ、そういう感じなんです。いやフェラーリみたいな。ちょっと座らせてもらってもいいですか？ちょっと狭いかもしれないんでね。すいません。初めて座りましたね。かっこいいな。これトランクってこうしか開かないんですか？
モロンコのハンドルまでなんですよ。あ、そうなんですか。俺てっきりこれ全然このはめ殺しです。すごい。トランクというよりただスペアタイヤを入れるとこ。トランクっていうよりスペアタイヤか。あれ、一応テンパータイヤなんですねこれ。テンパータイヤでこんなかっこいいんですね。ホイールが結構おしゃれなんです。おしゃれですね。これも純正なんです。そうです。じゃあもう本当荷物はここなんですね。はあ、かっこいいわ。めちゃめちゃ綺麗だし、これは衝撃でしたね。何年式になるんですか？一応国内では1990ですね。90、はい。まあ並行で入ってきてるんで、その入ってきた年によってまちまちになってるみたいですけど、一部なんか1989年っていう仕様もあるみたいなんですけど。いや本当かっこいいなこのエンジンは。ブッソになるんですね。そうですね。ブッソ、シングルのブッソ。OH。で SZ は、カムがハイカムが入ってて、ちょっと特殊な。RZ とまた違うってことですか？ RZ も多分一緒同じなんですけどね。他のシングルカムのブッソとはまたちょっと違うってやつです。いい音しそうだな。かけてくれるんですか？本当ですか？いやすげえ。このトランク衝撃ですね。高そうな音しますね。なかなか見れないですね。ぜひ筑波さん来てください。じゃあどうもありがとうございました。プラスチックじゃないよね。プラスチックじゃないよね。ここは多分アクリルなの？ガラスだね。おっさんね、日産じゃなくておっさん。これ動画入るからね。動画撮ってるから。入れ。駐車場で終わっちゃうよ。なんか前の動画で見たことあるよね。ヘッドレストのとか。そうそう、あれ畳めるんだよね。そう確かね。畳むとヘッドレストレスみたいな。そう。中にいっぱいいるから。元1号機。言ってましたね。ブレーキ見てた。なるほど、いやそうなんですよ。なんか違うんすか？いやなんかこの方は右ハンドルのマニュアルが右ハンドルの1号機だったらしいんですけど。はい。どうもこんにちは。あれそうですよ。あれです。うるさいな。これのオーナーさん。
ちょっと違う。長野さんと一緒だね。あ、いや、長野さんこの1個前だ。一個前のちょっと違う。ちっちゃいとスーパーカーブ、おうちに。うちにポスター貼ってありましたね。あスーパーカーアイスってアイスって当たるとあ、うん。ポスターくれてスーパーカー。それで当たったポスター。でうちの襖が破けたところを隠すのに。やっぱあれだよね、ミュージアムでも見るけどさ、やっぱ外で見ると全然イメージ違う。ちゃんと走ってるね、ちゃんと走ってるって感じ。もう綺麗すぎないとこがいいよね。うんうん。そうですね。飾り物じゃない。そうそう、ちょいちょい動かしてる感じ。でもすごい。これこれフィルムなんすかこれ。おアンテナ？アンテナこんななんかでも熱を避けるようになるんですかね。エンジンみたいな。第3回のグランプリだと思うんですけど、知ってる人があんまりいない。左右3本で。本当だ。富士で2回やったほら3本ある。3これ純年ぐらい正でこうなの？マニーゴも日本でちょっと日本びっくりしました。本当ですか？あれはねフラミンゴにオリジナル。1気筒につき1本ずつ出てるんですよね。そういうことじゃないと思う。あれね、で3点のブログだって同じだった。そう6本だけ。あ、そうです。中行く？もういい加減。すごいよ。酒井さんいるかな。アルファロメオ SZ、 初めて見ると誰もがまず強烈なデザインに目を奪われます。けれど不思議なことに時間が経つほどこの車の本当の魅力は走りにあることに気づかされます。視界は驚くほどよく、ノーズの先までしっかり見える。ステアリングを切ればまるでドライバーの意思を読んだように自然に向きを変えていく。そしてブスト V6 サウンド、決して現在のハイパワー車のような速さはありません。けれどアクセルを踏むたびに回すたびに感情を揺さぶってくる。多分 SZ という車は性能ではなく体験を作ろうとして生まれた車なんだと思います。合理性だけでは絶対にたどり着けないデザイン、効率だけでは絶対に生まれない乗り味、それを本気で世に送り出してしまったあの時代のイタリア人たちの情熱。だから SZ は今でも世界中のアルフィスタを引きつけてやまないのかもしれません。そしてこういう車を見るとやっぱりアルファロメオってただの工業製品じゃないんだと思わされます。それではまた次の動画でお会いしましょう。サムライアルファでした。